日本から遠く離れたこの辺りを、ヨーロッパと言います。そしてロシアとの間にあるこの国が、ベラルーシで、リーダーは、アレクサンドル・ルカシェンコ、という人です。ルカシェンコは、ヨーロッパ最後の独裁者、と言われています。昔はソビエト連邦、ソ連の一部で、白ロシア共和国というところでした。この頃、ルカシェンコは、国営農場の支配人をやっていました。そして、白ロシア共和国の議員に立候補して当選します。今から30年くらい前に、ソ連はバラバラになり、白ロシア共和国は、ベラルーシ共和国として独立をしました。独立したばかりのベラルーシは、偉い人たちが、悪いことばかりやっていました。ルカシェンコは、汚職追及委員会議長に選ばれて、悪いことをしている政治家たちを正しました。ベラルーシの国民は、ルカシェンコを支持します。そして独立して3年後の、ベラルーシのリーダー、大統領を選ぶ選挙で、ルカシェンコは、他の立候補者をぶっちぎって選ばれました。ベラルーシのルールでは、大統領は1回5年間で、続けるのは2回までです。つまり大統領でいられるのは、長くても10年間です。ルカシェンコはルールを変えて、大統領の期間を延長しました。そして7年後に、再び大統領になりました。さらにまたルールを変えて、3回目の大統領になりました。80% 以上の人が、ルカシェンコを支持したとされていますが、選挙でインチキをしたり、他の立候補者の邪魔をしたようです。その4年後にも、80% 近くの支持で、4回目の大統領になりました。さらに5年後に、80% 以上の支持で、5回目の大統領になりました。その5年後の選挙では、ライバルである、銀行の元頭取ビクトル・ババリコを、賄賂をもらったと言いがかりをつけて、懲役14年の刑にしました。さらに、別のライバルの、バレーリー・セプカロの立候補を邪魔して逮捕しようとしました。セプカロは、ロシアのモスクワへと逃げました。こうしてルカシェンコは、6回目の大統領になりました。この選挙はインチキだ、と、首都のミンスクで、10万人の人がデモをします。ギリシャからリトアニアに向かう飛行機が、ベラルーシの空港へ無理やり着陸させられました。この飛行機には、ずっと、ルカシェンコの批判をしていた、ロマン・プロタセブイッチという、ジャーナリストが乗っていたのです。プロタセブイッチは飛行機から降ろされ、捕まりました。ヨーロッパの国々は、これは国家によるテロだ、と、激しく怒りましたが、ベラルーシは、機内に爆弾があるかもしれないと、情報があったからだ、と、言い訳をしました。2021年の東京オリンピックで、ベラルーシの陸上選手、クリスティナ・ティマノウスカヤが、チームの運営に文句を言ったところ、国に帰るよう無理やり空港に連れて行かれました。空港に向かう途中おばあさんから、国に戻ったら刑務所か、精神病院に入れられる、と言われ、空港の警察に保護を求めて、ポーランドに行くことになりました。ルカシェンコは、つい最近またルールを変えます。自分の当選回数をリセットして、最長で2035年まで、大統領をやれるようにしたのです。